私は野菜の中でナスは子供の頃から好きな方でした。今日のレシピの焼きナスはもちろん、ぬか漬けや浅漬けなどお漬物も美味しいですし、味噌をつけて食べるナス田楽や中華の麻婆ナスなどもいいですね。油とも相性が良く、和洋中華様々な料理に使えます。熱を加えることで旨味をたっぷり増やして閉じ込めて食べる焼きナス、お楽しみに。はい、今日はクッキングノートの94ページ、焼きナスの浸しを作っていきたいと思います。ナスはこれから直火で焼いて、生姜をすりおろしておきます。はい、生姜は少しすりおろしておきますね。はい、それでは火をつけて網を置いて、この上で焼きましょう。大きなナスですね。ナスを直火で焼いていきます。いろんなやり方があると思うんですけど、今日はクッキングノートのレシピ通りに作ります。また違った作り方はいずれご紹介したいと思います。ナスのほとんど 90% 以上は水ですが、低カロリー食の食材として使われます。そのナスの栄養について見ていきましょう。まずナスにはポリフェノールの一種のナスニンが含まれており、抗酸化作用で動脈硬化や老化の予防に効果があるとされています。そしてコリンという強アルカリ性物質が血圧やコレステロール値を下げたり、胃や肝臓の働きを助けたり、気分改善効果があるとされています。またナスに含まれるビタミン B2 は脂肪燃焼させてくれるのでダイエットにも良いでしょう。その他のミネラルやカルシウム、食物繊維などの栄養素も他の野菜に比べて多くはないものの、バランスよく含まれています。このようにシンプルに丸ごと焼くだけの調理法であれば、健康食として大変優れているかと思います。そして三大旨味成分のイノシン酸、グルタミン酸、グアニル酸のうち、グアニル酸がナスには含まれており、丸ごと加熱することでこのグアニル酸を増やすことができ、より美味しくなるのですね。これまで昭和レシピチャンネルでこのナスを食材として扱わなかったことが不思議なぐらいですね。とっても美味しい食材です。ナスのルーツはインドです。熱帯性の植物のため、寒い気候のヨーロッパにはあまり広まりませんでしたが、5世紀頃に中国へ伝わり、日本へは7、8世紀に伝わってきました。1300年くらい前の古文書にも、ナスのぬか漬けを好意の者への進物として使われていたことが記されています。当時は貴重でしたが、江戸時代になって日本の気候に合う約70品種が広く栽培されるようになり、庶民的な野菜となっていきました。
日本だけでなく世界中でさまざまな品種が1000種も生み出され、ここパラグアイでもいろんな大きさ形のものが売られています。焼きナスにはこのような大型のものが適しているでしょう。そしてこれ熱いうちに皮を剥かなきゃいけないんですけど、どうしようかな。ちょっと筋入れておきましょうか。熱々のうちに皮むきます。丸ごと焼くことで旨味を閉じ込め美味しくなっているところ、熱いまま皮をむいてさっと食べる、これがいいんですよね。修行時代の料理人にとっては辛い訓練かもしれませんが、皆さんもぜひこのシンプルな料理を試してみてください。あちあち。もういいですね。火止めましょう。ナスにまつわる日本のお話をいたしましょう。まず日本ではお正月に見る縁起の良い初夢として一富士二鷹三なすびということわざがあります。富士山は富士という言葉が無事、鷹は高い、ナスはことをなす、つまり成就するという言葉を連想して縁起が担がれたようです。また将軍徳川家康が富士山鷹狩りナス料理を好んだからとも言われています。ナスの色紫も日本では高貴な色とされ、天皇や位の高い人や僧侶しか着ることのできない色でした。またこんな言い習わし、秋ナスは嫁に食わすなというのが日本では有名です。この意味には嫁いびりだとか、逆に心配して体を冷やすから食べさせてはいけないなどいろんな説がありますが、最もよく言われているのがそれくらい秋ナスは美味しいということです。また焼きナスをこのままお味噌汁に入れて食べても美味しくいただけます。大きいので器を大きくしましょうかね。これね、出ました。大きい皿に入れます。はい、これを手で裂いて器に持っていきます。熱いのでトング使っちゃいます。はい、次は生姜を添えて醤油をさっと垂らして焼きナスの浸しの完成です。